ナイトライダー。陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代によみがえる正義の騎士。ドリームカーナイト2000とともに法の目を逃れる犯罪者たちを追う若きヒーローマイケル・ナイト。人は彼をナイトライダーと呼ぶ。デボンシャイア、マイケル・ナイトの良き理解者。ボニー・バストー、ナイト2000制作チームの中心人物。巨大な悪に立ち向かう現代の騎士ナイトライダー。今日彼を待ち受ける者は果たして誰か。1、はじめに、今回は1980年代に放映されたナイトライダーの魅力に迫る。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをこやつめでスルーできない方はブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。2、概要。私立探偵機関の調査員マイケル・ナイトが人間の言葉を話し特殊装備を搭載したドリームカーナイト2000とともに様々な事件を解決するカーアクションドラマである。アメリカでは1982年9月26日から1986年8月8日まで NBC で全84話、1シーズンごとに21話 ×4 シーズン、全84話が放送された。日本ではテレビ朝日系列で全84話中74本が放映され、米国放送でシーズン4にあたるほとんどのエピソードは新ナイトライダーのタイトルで放映された。若き敏腕刑事マイケル・ロングはある産業スパイを追跡中に同僚を殺され、自らもまた凶弾に倒れた。しかしマイケルはナイト財団の総帥ウィルトン・ナイトによって辛くも命を救われ、その身分もウィルトン・ナイトの養子として新たにマイケル・ナイトとなる。従業弟子のとこに着いたウィルトンはマイケルの手を取り、一人の男が世界を変えられると説いてこの世を去る。ウィルトンの意思を受け継いだマイケルは密かに財団が開発していたドリームカーナイト2000のドライバーとなる。ナイト2000は人工知能キットを搭載しており、自分で考えて言葉を話し、さらには自らの意思で走行することもできるスーパーマシンである。マイケルはキットと共に世の中の不正や巨悪と戦っていく。3、ナイトライダー放映前。グレン・ヘイ・ラーソン、ナイトライダー制作総指揮。契約上の義務として始まった仕事があっという間に愛情を持って本腰を入れて携わりたい仕事になった。初めは非常に手強い仕事のように見えたが、ほとんど努力をしているとは感じない楽しみとなったのだ。ほとんどの時間、それは純粋な喜びだった。制作プロセスに携わった全ての人が楽しんでいたし、売れる作品を必要としているスタジオも楽しんでいたし、ヒット作を必要としているテレビ局ネットワークも楽しんでいた。そして何より重要なことは、その楽しむ精神が世の中に広まり、視聴者にとっての楽しみにもなっていったことである。車をテーマにしたドラマの構想をうまく形にできるのはこの街で唯一私しかいないと言ってくれたのが嬉しかった。それでうぬぼれの心があった私は不幸にもこのプロジェクトを引き受けてしまった。後で聞いたところによると、私に話が回ってくるまでにユニバーサルと契約を結んでいた全てのプロデューサーたちにこのプロジェクトを持ちかけたが、皆即座に断ったというのだ。しかしその話が私の耳に入った頃にはそんなことはどうでもよくなっていた。熱狂的なファンがついたというほどではないものの、ナイトライダー話題成功へ向かって少しずつ成長していたのだ。結局のところ子供向けゴールデンタイムのアクションドラマヒーローものというのはもちろん番組の重要な要素であることには違いないが、番組人気の本当の理由ではなかった。競合番組が名を連ねる中で
ナイトライダーが第1回放送からニールセン社の視聴率調査で好成績を記録したその理由は初めのうちは誰にもはっきりわからなかった。後になって潜在的理由があったことに気づいたのだが、簡単に言えばアメリカでは特に男性、成人であろうと少年であろうとはいつの時代も車が大好きだということだった。デビッド・ハッセルホフが主演し、ウィリアム・ダニエルズ・キッドの声とのコミカルなやり取りがあり、そしてエドワード・マルヘアーが大人の気品を漂わせていたが、やはりこの番組の驚くべきスターはその流線形の姿が美しい実に見事な未来型のポンティアック・トランザムに他ならない。そしてこのトランザムは現実世界と空想世界の微妙な境界線をたどりながらアメリカ中の家庭のリビングルームを走り抜けた。計算は見事にあった。私たちは少年たちの心を掴んだと確信した。番組が初めて放映された日の翌朝、オフィスでは電話が鳴りっぱなしだった。その電話は昨日の番組、うちの子がすごく気に入っていたよという友人たちからではなく、私が普段から世話になっているいろいろな職業のプロからの電話だった。医師、歯科医、弁護士、撮影所の責任者、エージェント、郵便配達人、プールの清掃人などだ。あらゆる世代の男性にとって車がどれほど大きな意味を持っているか、私はこの時初めて実感した。アクション番組で田舎道で資料のかけらもない田舎男がカーチェイスをしている番組を継ぎ合わせたような番組にはしたくなかった。ナイトライダーの構想を練るにあたり、2001年宇宙の旅で意志を持つコンピューターハルと対立する宇宙飛行士レイブのような主人公たちも登場させ、2001年という未来との関連性を持たせながら視力深く時代の数歩先を行く番組に仕立てた。ナイト2000は車の可能性を探る上での基盤となった。そして番組が提示してきた車の可能性の多くはすでに現実のものとなり、間もなく追い越されてしまうだろう。ユニバーサルに対して私が果たすべき職務はパイロット版の脚本を書き制作を指揮するというものだった。また番組スタッフへの援助やエピソード13までの監修も任されていた。ナイトライダーはなぜそれほどまでに人気を博したのか。それはキッドとデビッド・ハッセルホフの存在と彼らのやり取りによるところが大きかった。俳優が車と会話し視聴者がそれを信じるなんてにわかには想像しがたい話だが、ハッセルホフはそれを見事にやってのけ現実であるかのように見せた。エドワード・マルヘアーとパトリシア・マクファーソンによって番組のクオリティがさらに高まり、ウィリアム・ダニエルズの声によって誰もが自分の車に行ってほしい、やってほしいと願うようなことが巧みに表現された。また自動車メーカーがキッドの機能のいくつかを自社の車にも搭載するようになると、現実世界よりも常に一歩先を行くために番組は毎シーズントランザムのデザインに変更を加えた。時代を先取りしたコンセプトやコンピューターを取り入れたナイトライダーは視聴者たちにキッドのようなスーパーカーが実際に存在すると思わせてしまう。デスクトップ PC が世に出回り始めた時代にナイトライダーはあらゆるシーンでコンピューターを駆使し、コンピューターはどこにでも持ち歩けるものであると信じさせた。また CPU 中央処理装置やインターネットという考え方も国民の注目を集めた。キッドはデータを転送したり人工衛星と交信したり移動中に情報を送ったりすることができた。これはまさに現代の状況とそんなに変わらないではないか。ナイトライダーの10年後に制作されたドラマチームナイトライダーが1シーズンで打ち切りになってしまったのも無理はない。ナイトライダーにこれほど高い基準を打ち立てられてしまっては歯が立たない。ナイトライダーのファンは今も数多く存在している。ファンたちは廃車のレプリカ版キットを乗り回し、現代のテクノロジーのおかげでキットに組み込まれていた機能の多くを自分の車にも搭載できるようになった。またデビッド・ハッセルホフはドラマ「ベイウォッチ」で人々の命を救う救助隊長ニッチ・ブキャナンとして広く知られるようになったが、多くのファンの目には未だ孤高の騎士マイケル・ナイトとして映っている。ハッセルホフほど出世作に思い入れのある俳優はいないだろう。このシリーズのコンセプトの発端はラーソンのプロデュースしたトラック野郎 BJ に出てくるコンピューター搭載のスーパーカーだった。その回ではプロトタイプのスーパーカーが短気な警察署長に乱用されていて、
BJ がその車を取り戻すというストーリーだ。この話はナイトライダーの制作に先立つ1979年の9月17日に放映されている。ラーソンはこのスーパーカーのような車を起用した新しいシリーズを考えてくれと依頼された。まだタイトルもないシリーズを制作することを引き受けたラーソンは、妻と共にホノルルに飛び10日間でパイロット版の脚本を書き上げた。キッドのアイデアの源となったのは、実は2001年宇宙の旅に出てくるハルコンピューターである。私はこの番組を支えるキャラクターになるような人工知能を求めていた。誰かを車に乗せて人工知能に状況を説明させれば、説明じみた会話を全て省略することができるからね。そうすればレボンの長々とした説明に死ぬほど退屈するなどということも生じない。そういう選択やその手法はいい加減にやっているように見えるかもしれないが、そこには巧妙な計算があったんだよ。最初の脚本は放映されたものに比べると随分違う。例えばキッドはもともとタット DAIT トランスアントソーザンドという名前だった。それがナイト2100に変更され、最終的にはナイト2000となった。ナイト2000はマイケル個人のトランザムから作られたらしい。ラーソンは解説する車はナイト2000キッドは搭載されているコンピューターのことだという。車は車で、キッドは別物だ。キッドというのはコンピューターの愛称であって、私は最初から車自体をキッドと呼ぶつもりはなかった。キッドは車に搭載されているキャラクターなんだ。脚本を書き終えたラーソンは、キッドの車体選びと未来っぽさを演出するのに必要なデザインに全精力をつぎ込んだ。彼にとってデザインが改良された1982年型ポンディアックトランザムをキッドのボディに選ぶことは当然の選択だった。キッドのボディの候補になっていたのはこの車だけだった。単純にこの車の見た目が気に入っていたんだ。これまでは映画に出てくる車といえばみんないろいろな仕様を施してきたけれど、この車は極めてすっきりしていたのでほとんど変える必要がなかった。とにかくポンティアックが好きだった。美しいマシンだったし、そもそも当時まだ市場に出回ってすらいなかったんだからね。ラーソンが GM の代理を務めていたビスタグループにコンタクトすると、彼らはこの話にすぐに色めき立った。実際最初の数台などは生産ラインに乗っているものを下ろし、そのまま番組に寄付したほどだった。ラーソンは当時を振り返る。寄付された車というのがすでに売約済みでディーラーに行くことが決まっている車だったんだ。つまり我々の車ではなかった。だから辻褄を合わせるために小細工をしなければならなかった。ナイトライダーに最初の数台の車を渡した直後、トランザムの新車数台、正確には32台がディーラーに運ばれる途中で脱線事故に遭った。それらの大多数は事故で少しだけへこんだりかすり傷がついたりして履いたが、ほぼ新車同然だった。しかし車が事故に遭った場合、どこかに万が一故障があってはいけないので、新車として販売したり公道を走らせてはいけないという法律があったのだ。ラーソンはこう付け加える。 GM は事故に遭った車はスクラップにするにはあまりに程度が良すぎるので番組に寄付すると言った。フォックスにいた私のところに GM から電話があって、決して通常の公道での使用許可を取らず、使い終わった後はスクラップにするという条件でこの車を提供しますとのことだった。だから私は提供された車の半分をナイトライダー、残りの半分は俺たち賞金稼ぎホールガイのスタントカーとして使うなど好きなように使わせてもらった。ご承知の通り我々の車の扱いはひどいからね。車が手に入るとラーソンはマイケル・シェッフェという名のマテル社に所属している気鋭の若手玩具製作者の助けを借りることにした。コックピットの内装についての要望や車をカスタマイズしてもっとスマートにしたいというリクエストを彼に伝えた。彼は自分でモックアップを作るんだ。コックピットの内装もシェッフェと彼の仲間が設計し、全て発泡スチロールで作られた。それまで車には使われたことがなかった LED なんかはまさに彼のデッサンから出てきたアイデアだ。彼がデッサンを提出してくれた時、私は彼にモニターなどをつけてほしい、それからスキャナーも欲しいと伝えた。キットの機能の中で最も特徴的なものはおそらくフロントバンパーのあたりで左右に動く赤いライトだろう。スキャナーと呼ばれていたこのライトはキットのの役割をしていた。これがあれば
車の周辺の一定範囲内で起きている活動をモニターでき、問題があればマイケルに警告することができる。キッドのスキャナーのアイデアの出どころは1970年代後半に遡る。このアイデアはラーソンが手掛けた別の番組に出てくる悪役サイロンについているスキャナー、ライトバーから発展したものだった。こういう機能をつければかっこいいと思ったし、車に人格や新規性を与えることができ、さらにある種のパワーを持たせることができるからね。実際に撮影してみるとこれがすごく良かった。あまりにいいデバイスだから使わないのはもったいない。ほら、スキャナーが動くと暗い倉庫の中であいつが起動したことがわかるだろう。導入シーンとしてはすごく効果的だ。ちなみにシェフへは車の内装も外装もわずか1週間で設計してしまった。あれには本当に驚いたよ。車種が決定され、必要な改装を終えるとニューヨークで発表するためのプロトタイプ映像の撮影の準備が進められた。ラーソンは当時を振り返ってこう語る。パイロット版を完成させる時間はなかったから40分のプレゼン用映像を制作した。私はニューヨークの人たちに私たちがやろうとしていることを伝えるのに最も効果的なシーンを選んだ。多くのファンたちはキッドのフロントノーズがパイロット版の中で大きく変わっていることに気づいただろう。フロントノーズなどキッドに変更を加えたのは確かパイロット版の残り全てを完成させるためにニューヨークから戻ってきた時だったと思う。プレゼン用に作ったモックアップは7から10日の撮影の間しか持たない即席のものだったんだ。だからパイロット版の続きを撮影するために帰ってきた時にはすぐに壊れたりしないよう、もっと頑丈なものを作らなければならなかったし、我々が本当に望む形に仕上げる必要があった。こうしてラーソンはパイロット版の撮影を終えるために現場に戻ってきた。この頃までに主要なキャスティングも決まり、車も彼の指定した仕様通りに仕上がっていた。ラーソンはこう述べている。ダニエル・ハラーが監督を務めてくれたんだが、彼の仕事は見事だった。表現も素晴らしいし、刑務所の壁にクラッシュするなんていう笑いも分かっていた。彼は本当に優秀だ。以前はロジャー・コーマンの映画全作品のアートディレクターを務めていた人だ。だから単に監督というだけじゃなくて、しっかりと審美眼を持った人が入ってくれたというわけさ。車を撮ればその車の人間性が表現されているし、笑いのシーンは本当に面白い。センスがいいんだ。そして衣装はジキン・ドルレアックが担当してくれたが、マイケルにどんな格好をさせたいか我々の中ではもう決まっていた。マイケルの衣装に欲しかったのは車との一体感だった。ラーソンはパイロット版にユーモアを交えることが非常に重要だと感じていた。キッドのシーンでは私はずっとスタンドに座って目を見張るような運転技術の数々を見ていたんだ。キッドが二輪で走る姿ほど息を飲むような光景は後にも先にも見たことがないよ。車を飛び越すところも見たけれど、あれも実にすごかったな。パイロット版の撮影中、別のクルーはオープニング、クレジットの撮影を進めていた。冒頭タイトル映像制作のスペシャリストであるウェイン・フィッツジェラルドとラーソンは冒頭部分で謎に包まれた感じを出すにはどうしたらよいかについて話し合っていた。ウェインは冒頭の構成をうまくまとめてくれた。彼は週末に砂漠へ行って何パターンかのスピードで撮影してきてくれた。問題の一つは撮影スピードによってフロントにあるスキャナーに影響が出てしまうということだった。つまりスローモーションにしたり早回しにしたりするとスキャナーの点滅するスピードが台無しになってしまう。冒頭のシーンの見せ方や撮影は全て本編の撮影とは全く別に進められた。まさに時間との戦いだったね。ユニバーサルからこのリクエストを受けたのがそもそも非常に遅く、パイロット版を全編作る時間すら足りなかったぐらいだ。冒頭のタイトル映像も同時進行で撮っていたんだ。そんな風にしてできたのが陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代によみがえる正義の騎士というおなじみのタイトル映像である。4. 登場人物。ハッセルホフは同じ役ばかり演じるのにもあまりにたくさんのセリフを覚えるのにも飽きていて、ゴールデンの役をもらえないことにも嫌気がさしていた。役が決まった瞬間、彼はとっさにこう反応したという。これだ、まさにこれだ。この役をもらえたらいいななんて思わなかった。俺がやってやるって思ったよ。頭の中はこの役のことでいっぱいになった。みんなに電話して、もしもし、こちらナイトライダーなんて言ってさ、ナイトライダー、ナイトライダーって
頭がいかれちまいそうだった。2週間みんなに自分のことをマイケルって呼ばせたんだ。マイケルと呼ばない人はいなかった。誰かが電話をかけてきて、デビッドかいと尋ねられたら、いや俺はマイケルだ、マイケルナイトだと言ってたよ。肝心のナイトライダーのスクリーンテストではハッセルホフは危うく大失敗をするところだった。ポンティアックトランザムを与えられ、セリフをまともに言うことができなかったのだ。そこでプロデューサーに5分間だけ時間をくれるよう頼んだ。楽屋に戻り、俺はナイトライダーだと叫んでからまた戻った。それから完璧にそのシーンをこなし、役をもらったんだ。俺は理解し吸収し、そして役を得た。これまでに自分に起きた最大の出来事だったよ。初めて車が彼に話しかけた時、彼は突然笑い出した。そして自分なりのちょっとした面白いアドリブを聞かせた。例えば車を相棒と呼んだり、馬にやるみたいに車をポンポンと叩いてみせたりした。彼がいたからこそこの番組はうまくいった。彼はいたずらな目をしていて、その目がこう言ってるんだ。もちろんこんな話信じないだろうけど、まあとにかくゆっくり楽しんでくれよ。とはいえデビッド・ハッセルホフも新しい役を簡単に手に入れたわけではなく、ナイトライダーのコンセプトを宣伝するために14の都市でプロモーションツアーを行った。彼はそうして番組への注目度を高め、役者として報酬を得て2台の新車のトランザムまで手に入れた。地方のカーショーを回っている時、ナイトライダーが子供だけでなく大人の心も捉えているということにデビッドは気がついた。カーショーでの幼いファンたちとの出会いについて尋ねると、デビッドはこう答えた。ファンの子供たちみんなと交流したんだけど、子供たちが俺らが得たものよりも俺が教えられることの方が大きかったと思うよ。キッドは子供たちにとっては ET のようなものなんだ。永遠の愛を与えてくれるものであり、守ってくれる存在なんだ。高価な車を使っては壊していたため、スタジオの予算にも負荷がかかった。ナイト2000は市場に出回っていた1982年型ポンティアックトランザムのバリエーションの一つであり、1万8000ドルのコストをかけて同社が特別に採用したものだった。キットは4台あったため、ユニバーサルと番組がキットを本物らしく見せるために費やした費用は7万2000ドルだったということになる。しかしポンティアックはナイトライダーに登場したこの新しい車だけが注目を浴びていることを好ましく思っておらず、ラーソンに対し番組内でこの車がトランザムであるというのは止めるようにと要請した。1982年9月25日 NBC はついにナイトライダーを放映した。金曜日の9時には CBS の超人気ドラマダラスが放映中で、そんな強力なライバルダラスを相手にランキングに10位を超えると思っている人はほとんどいなかった。業界人たちの多くは番組は間違いなく失敗してすぐに消えていくだろうと考えていた。成功を信じていたのは俺だけだったと思うよ。脚本を読んだ時、これはスター生むぞって思ったんだ。だってヒーローたちの話じゃないか。5ドリームカーナイト2000。ナイトライダーで最も信じがたいものの一つはマイケル・ナイトが運転する最新技術を用いた未来の車だろう。ニックネームはキットだ。キットには数えきれないほどの機能やディスプレイが搭載されており、どのような状況でも瞬時に、そしてほぼ完璧に対応可能だ。車そのものはポンティアックの当時の新型車1982年型トランザムを使用し、マイケル・シェッフェがデザインしたものだ。完璧な車を具現化したキットに何百万人というファンが心を奪われた。キットの信じがたいスタントの責任者でもあったジャック・ギルは、あの車は GM の既製車より38センチほど車高を下げてあったから少し不気味な感じに見えたかもしれないねと打ち明けている。そしてデビッド・ハッセルホフは以下のように言っている。あの車に乗せてあるコンピューター関係の装置は20万ドルほどにはなるよ。スタントをしたりジャンプしたり高速で走ったりするためにシステムをいじってあるからね。タイヤもたくさんダメにした。一般的には1台の車に5年かかっても施さないような改造をトランザムに対して俺たちは1日でやっていたからね。かなり頻繁にトランザムが破損するので、ユニバーサル・スタジオによってシステム変更が施された新しい車が常にスタンバイされていた。
馬力を上げたトランザムの走行距離があまりに長いため、プロデューサーたちは実際のところ一つのエピソードの撮影にいつも複数の車を用意していた。デビッドはこう言っている。いろいろな理由から各エピソードにつき2台以上の車が必要だったんだ。例えばエピソード内で俺が運転している車が壊れるってこともある。そしてジャンプシーンの撮影では頑丈に補強した車を使う。それでも車をダメにしてしまって新しい車を使わなければならないこともあるけどね。それに俺が運転する車はピカピカに磨き上げられた、あらゆる面において完璧なピクチャーか撮影用の車じゃなきゃいけなかったからね。ダッシュボードに様々なボタンがついた仕様だった。そしてご存知の通り、その装備ゆえにキットは有名になった。デビッドが車に乗ったり降りたりするシーンでは全てこのヒーローカーが使われた。プロデューサーたちはダッシュボードの実物大模型も作ってユニバーサル・スタジオの防音スタジオに設置していた。ダッシュボードのクローズアップや音声モジュレーターが映る時にはこの実物大模型が撮影に使われていたのだ。射出の機能が搭載されているバージョンの車もあった。初めのうちはシートが正確に動かず、多くのスタントマンが想定していたよりも遠くに飛ばされたりもした。あまりにも危険で、ほとんどのスタントマンが再チャレンジを拒否したほどだ。そのため、番組に出てきた射出シーンの多くは人形を使って撮影されている。シリーズで使われた別の車は、激しいスタントに備えて頑丈に補強されていた。24メートルもの高さのジャンプのスタントをすると、車が真っ二つになることもあった。スタント用の車にはそれぞれ保護用カバーもついていた。チャック・ギルは次のように説明している。保護用カバーっていうのは硬くて重いポリウレタンでできたもので、車のボディと全く同じ形をしているが、窓やフロントガラスはついていない。ナイト2000の上にかぶせるには男4人がかりだったけど、完璧にフィットするように作ってあったから、一度乗せればぴったりはまっていたよ。アクションシーンを撮り終えてポリウレタンを取り外すと、ナイト2000は必ずへこんでいて、その都度修復をしなければならなかった。トランザムに乗せられていたエンジンにも大幅に手が加えられていた。デビッドは言う。かなりパワーアップしていたんだ。ウィリー・スティビルというメカニックがいて、彼がエンジンの責任者だった。俺たちのトランザムは通常のトランザムよりはるかにパフォーマンスも高い。ナイトライダーの制作に加わった頃は、ナイト2000は3台、2台はスタント用で、もう1台はヒーロー、しかなかった。そのことについてスタッフは、車を壊してしまうわけにはいかなかったから、当時はあまり無茶はできなかった。しばらくしてトランザムを数台手に入れると、1台1台がそれぞれ特定のスタントに適するように整備し始めた。全部で18台、ポンティアック社から1台につき1ドルで手に入れた。ユニバーサル・スタジオが正規の額を支払ったのは最初のヒーロー、カーだけだった。その後、ポンティアック社が、水害車などの廃車が何台かあるのですが、お使いになりますかって電話をくれた。実際にトランザムがジャンプする最も有名な、そして最も危険な、スタントといえば、ターボブースト、だ。この難しい技を成功させるために、ジャンプの衝撃に耐えうる、極めて頑丈な傾斜台が作られた。傾斜台は大抵、止めてある車やフェンス、低木の茂みなどに隠されていた。注意して見ていれば、ジャンプのシーンで傾斜台が映っているシーンもいくつかある。傾斜台についてギルは、傾斜台の設計は、高さは819センチメートルくらいで、長さは13から19メートルくらいだ。ジャンプを成功させるために、傾斜台の高さは調節できないといけない。43メートルの傾斜台を使えば高いジャンプができるし、49メートルの傾斜台は低めのジャンプに適している。ジャック、ギルがスピードを出して傾斜台に乗ると、空気が車体を押し上げ、通常で飛ぶよりも大きなジャンプが可能になる。制作サイドは特製傾斜台に1万ドル以上もの大金をつぎ込んだ。番組が打ち切られた後、この傾斜台はユニバーサル・スタジオの撮影所の片隅で錆びついている。番組のアソシエイトプロデューサー、ロバート・ユーイングは、ジャンプ用の車が2台あったんだ。2台とも見た目はナイト2000にそっくりなんだけど、軽量のグラスファイバーでできていて、出力を上げたエンジンを積んでいた。スタントマンはこのグラスファイバー製の車をハイスピードで運転して隠してある傾斜台を上がっていくんだ。そして車は本物の列車やトラックを飛び越える危険を避けるために
スタントマンのアクションはコンマ何秒単位で決められている。おかげで僕たちは一度も事故を起こさなかった。危険すぎると判断したスタントはやらないことにしていたんだと語っている。車の重さは約 680kg しかなかった。工場出荷時の装備を取り外し、ドライバーを保護するための鉄枠をつけ、車体を補強し、極めて丈夫になった規制車にさらに干渉吸収剤をつけ、ラック&ピニオン式のハンドルをつけ、特別仕様のブレーキをつけたジャンプ用のこの車は GM の規制車より車高も少しだけ上げられていた。カージャンプに関してジャック・ギルはこう語る。僕はビルボードの看板を突き抜けて飛ぶという約43メートルのジャンプをしたことがあるんだ。ジャンプは通常34から37メートルくらいだった。27メートル以上のカージャンプをする人なんていなかった時代だよ。車がもう少し遠くまで飛ぶためには干渉剤をもう少し頑丈にする必要があった。そこで前輪に干渉剤をそれぞれ2つずつつけることで強度を増した。これで高さも距離も稼ぐことができる。ナイト2000が地面に平行に着地するというのがプロデューサーたちの希望だったから、それぞれの車の後部にスチール製の重りを乗せたんだ。車を機重機で吊り上げてシーソーみたいにできるようにしてね。僕は車の中にいて、それでバランスが取れるように重りを乗せていった。後ろに重りを乗せなかったら車が着地する時に頭から突っ込んじゃうんだよ。ターボブーストではトランザムにものすごい力がかかるので、シーズンごとに5から9台もの車を廃車にしなければならなかった。それでもジャック・ギルは非常に気に入っている車を使ってさらに何度かジャンプを試したものだった。ギルがデザインしたものの一つにジャンプ用の安全ベルトがある。それについて彼は以下の説明をしている。多くのスタントマンがジャンプに苦労していた。だから僕は肋骨の周りと肩の上にフィットする安全ベルトをデザインした。まず5点を押さえる安全ベルトを緩めに装着して、それから2センチ弱の厚みがあるバンジーコードで体を上部のバーにつなぐ。ジャンプの衝撃が来た時にお尻がシートに沈みすぎるのをこのバンジーコードが防いでくれるんだよ。そうすれば僕にかかってくる責任の重圧も軽減されるというわけさ。僕たちが抱えていた最大の課題はいつでも車を新品同様の状態にしておかなければならなかったことだね。だってあの車はへこんだりしないことになっていたから、実際はデビッドがボンネットの上を滑っただけでも表面に傷がつくのにさ。ナイト2000が常に破壊不可能な車として画面に映るように僕たちはいつも気を配っていたよ。ナイト2000が他の車とぶつかるシーンがあった時に、僕はトランザム本体に上からかぶせるポリウレタンの保護カバーを作ったんだ。そのカバーをつけていれば車同士でぶつかっても大丈夫だからね。カバーの下ではへこみができていたけど、外側はへこみ知らずさ。制作メンバーが抱えていたこの問題は刷新的なアイデアで見事に解決したが、悲劇は突然に訪れた。ギルは続けてこう言っている。ある日、フェルナンド渓谷で車を止めて野球のバットで男が車を殴るというシーンを撮っていたんだ。車には保護カバーを装着して男が車を殴り出した。撮影は全て順調だった。そのシーンを撮り終えて車を移動させ、代わりにその場所へヒーローカーを持ってきた。そして僕たちは別の撮影のためにその場を離れたんだ。そしたら撮影を見ていた子供たちがスクールバスから降りてきて車を蹴り始めるじゃないか。バットで殴られてもびくともしない車をちょっと蹴っただけでへこますことができたって子供たちはそりゃ驚いていたよ。当時はそれが唯一のヒーローカーだったから、僕たちにとっては大迷惑な事件だった。ジャンプ以外で困難だった車の撮影といえば、車が自分で走っているように見せるというものだ。それを担当していたのもジャック・ギルだ。僕たちがたどり着いた最も斬新なアイデアはブラインド、ドライブ、シートだ。ナイトライダー以前はみんなビデオカメラを使ったり、車のグリルに部分的に穴を開けて寝そべったりして運転していた。僕は運転席でブラインド、ドライブができて、そして助手席でもブラインド、ドライブができる車を作ったんだ。見えないようにシートの後ろに座って、そこから腕と足を伸ばして運転したのだ。キットについておかしかったことといえば、助手席に若い女性を乗せて僕がブラインド、ドライブをしながら街を走るシーンを撮った時のことかな。街の人は震え上がっていたよ。車に関して番組のアソシエイトディレクターのロバート・ユーイングは次のように付け加えている。実はナイト2000が牽引されているとはわからないように撮影されているシーンもあれば、
牽引しているケーブルや後部座席にいるドライバーが映り込んでしまっているシーンもある。後部座席にいるドライバーは暗色のガラスの向こうに隠れているんだ。そのガラスはマジックミラーみたいになっている。ドライバーからは外が見えるけれど、カメラ、そして視聴者からは中が見えないんだ。そうした複雑な仕掛けのおかげでキッドの素晴らしい自動走行が成り立っていたのだ。スキーモードが好きだというファンも多かった。スキーモードではナイト2000は2つの車輪で走行する。バズ、バンビはこのスタントで世界的に有名だった。ギルは語る。片側の車輪で走らせるためには両方のタイヤがバラバラではなく一緒に回転するようにスパイダーギアを溶接する必要があった。驚異のスーパーカーナイト2000水上神黄金ゾンの謎を暴け。ではナイト2000が実際に水の上を走行するというなんとも素晴らしいシーンがある。ギルはそれがどのように作り上げられたかについて語っている。船外機付きの台を水に沈めて使ったんだ。本当によくできていたと自画自賛するよ。マイケル、ナイトはいつもナイト2000を激しくスピンさせて方向転換をしている。そうした180度ターンもシリーズのトレードマークと言えるだろう。誤ってヤシの木にぶつけて車を破損させてしまうまではそのターンのほとんどをデビッド・ハッセルホフ自身がやっていた。デビッドが負傷することを恐れたプロデューサーたちはそのアクシデント以降デビッドが自分で U ターンすることを禁止した。どうやって180度のターンができるようになったかを不幸な事故を起こす前のデビッドはこう説明した。道路の右端ギリギリを走りながら時速 80km くらい出してターンをするんだ。ハンドルをしっかり握ってハンドルが回るだけ回す。それと同時にサイドブレーキを引く。そうすることで後輪が固定されて車の向きが変わり車はさっきまでと全く逆の方向を向くことになる。それでアクセルを踏むんだ。パトリシア・マクファーソンは語る。私はどっちかというとデビッドよりもジャック・ギルと一緒に車に乗っていたかった。いいえ、もちろんデビッドもとても優秀でジャックからしっかり学んでたわ。でもジャックの才能は本当に素晴らしいのよ。車に乗せてもらっている時はほとんどいつも運転をしているのがデビッドでもジャックでも前歯が抜けるんじゃないかって思うような不思議な感覚を覚えたの。あんなに狭い場所で車をターンさせて指定された場所に止めることができるなんて彼らは本当にすごいわ。本当に信じられないことよ。キッドは未来の車と言われていたので当時の車に見られる技術よりも常に先を行っている必要があった。デビッド・ハッセルホフは一度キッドの存在を信じたなら何でも可能ってことになって視聴者はそれをすんなり受け入れる。現に30ものフレーズを喋ってドライバーに指示を出す車がすでに存在するんだ。でもキッドの域まで達する車は市場にないのは明らかだけどねと言っている。プロデューサーたちは当時の車の技術が自分たちの車のそれに近づきつつあることに気づいた。そこで彼らはナイト2000の内装をオーバーホールすることにした。プロデューサーのジーノ・グリマルディは当時のことを振り返って語る。シーズン2からシーズン3にかけての撮影をしている頃にヒットと同じようなダッシュボードの車が市場に出ようとしていることを知ったんです。当時コンピューターで20から30ほどのフレーズを喋る機能を備えた車がすでに存在していました。ドライバーにドアがロックされていないことを忠告したりガソリンが残り少ないことを知らせたりという類のことです。テレビのついた車もありました。そして今度はマイクロチップ技術のおかげでデジタル表記というものが一般の車でも当たり前になろうとしていたのです。キッドは高性能な未来の車ということになっていましたからそのスタンスを保つためにも目に見えて明らかな変化が必要でした。それを解決するにはナイト2000を完全に破壊してボニーにもう一度全てを元に戻させさらにもっと未来的な機能を搭載させるしかなかったのです。ナイト2000のデザイナーマイケル・シェッフェのインタビュー。ダッシュボードのデザインに関してマテル社でのおもちゃの仕事が何かヒントになっていますか？マテル社での仕事はナイトライダーとはほとんど関連性がなかったですね。私はマテル社でミニカーや戦闘機のようなおもちゃの図面の原案作成のサポートをしていました。マテル社でそういう仕事をしながら工業デザインの工房で試作品制作の仕事もしていたんです。そのデザイン工房はマテル社からたくさんの仕事を請け負っていました。作ろうかと申し出た時グレンはそれを覚えてくれていました。グレンには作品のポートフォリオや映画の撮影小物のデザインを見せたり製造経験について話したりもしました。グレンはアイデアや熱意に満ち溢れ思慮深く話しやすい人物で
喋る車の制作について語っていました。数週間で完成させて新番組に使いたいのだと。その新番組は最新式の車を主人公にしたもので、当の車はバンナイズの工場の組み立てラインで試作サンプルが作られ始めたばかりでした。私は車や飛行機、バイクなど動くものに夢中でした。高校卒業後、機体と発動機を学ぶために大学へ進学しました。そこには私と同じようなカーマニアがたくさんいました。同級生には J、メイズ、フォード社のデザイン責任者やクリス、バンブル、BMW 社のデザイン責任者、マーク、ジョーダン、松田シャミアータのデザイナー、デーブ、ロブ、BMW 社のバイクのデザイン責任者もいました。マーティン、マンチェスター、ホンダ USA 社のバイクのデザイン、スタジオの責任者ともともに学びました。彼らはそれぞれ才能を発揮していきました。他の人たち、例えば私みたいに映画、テレビ業界のバラエティ豊かなかつ比較的自由なデザインの仕事に就く傾向にありました。ナイトライダーの仕事が入るまで、私は低予算の SF 映画に10作品ほどに関わっていました。美術監督とプロダクション、デザインを兼務したり、どちらか片方だったり、それらの番組は未来が舞台になっていたので、撮影備品やセットがたくさん必要で、そのほとんどはそれ専用に作りました。そして幸運にもブレードランナーのデザインを担当することになりました。デザイナーとしてスケッチを描いたり培ったりしてきた経験がナイトライダーの仕事できっと役に立つと確信しました。グレン・ラーソン氏からコクピットのデザインの概要を聞いてから、どのくらいの期間でダッシュボードの試作品を完成させたのですか？まずグレンとプログラムの概略について話し合うことから始めました。これに数日を要しました。グレンがどうしたいのかを知りたかったので、細かいところまで話し合いました。キットはあくまでテレビ番組の撮影品の一つなので、細部を詰めるのには数日しかありませんでしたが、デザインの工程は他のプロジェクトと変わりません。肝心なことはクライアントであるグレンがこれだと思ってくれるような内装を開発することでした。車好きだった少年時代からずっと考えていたので、私にはケーキパネルのアイデアがたくさんありました。私はハンドルから離れたところにコントロールパネルがある車が多いのはなぜだろうと思っていました。デジタル表示と電光のバーチャートができたことで、ケーキデザインの可能性は大きく広がりました。そしてトルク曲線に速度をディスプレイするのはとても自然だと感じました。グレンは真の未来型ダッシュボードを望んでいましたが、私たちはまずそれをあり得るものにすべきだということで同意しました。つまり普段人々が見慣れているディスプレイを元にしたものであるべきだということです。また魅力的に見せるためにまとまりのあるデザインにする必要もありました。光が点滅する市松模様の分かれたボードだとか、チカチカする数字とか、そんなものが車内にあっても現実味がないでしょう。すぐにこんなのありえないと思われてしまう。デジタル表示に関しては数字を表示するだけではちょっと役に立たないと思っていました。もしケーキ類をパッと見渡した時、自分がどんな状態にいるのかを知りたいですよね。その数値が何を意味しているのかがすぐにわかる必要がある。例えばエンジンが適正温度かどうかを知る必要があります。しかし215度が高温なのかどうか判断するのに時間をかけてはいられない。私は全てのデジタル表示の横に棒グラフを表示するか、グラフだけを表示させたかったんです。棒グラフを見ればその数値がどの辺りに位置するのかすぐに分かりますから、針で指し示す旧式のメモリは採用しませんでした。重要度の低い情報を表示する可変ディスプレイもありました。パネルスペースを他の重要なものに使い、ドライバーの気を散らさないようにという考えからできたものです。このディスプレイではある機能の数値から別の機能の数値への切り替え表示が可能です。この車全体のアイデアは少々信じがたいものでしたが、少なくともそういう機能ぐらいは合理的にデザインしてみたかったのです。バカみたいに見えないようにすることが重要だったんですね。ここまでは正確なサイズの LED を買う前にやっておくデザインワークです。私は手作業で組み立てた不格好に突き出たランプでは満足できなかったんです。 LED をボードに取り付け配線し、ドライバー回路を使って電源を入れます。ドライバー回路も自分たちで設計し製作しなければなりません。グレンと車やスケジュールについて話をしていた時、私は誰がこの車を製作するのかと尋ねました。なぜならほとんど時間がなく、制作者の経験と設備がデザインの仕上がりを左右すると思ったからです。
従来のルートでこのようなプロジェクトが実行できるとは思えませんでした。私は見積もりを作り、誰か手伝ってくれる人はいないかと才能ある友人たちに話を持ちかけました。かつて働いていたデザインスタジオは模型制作の工房も併設していて、今回のプロジェクトを動かすには完璧でした。工房のオーナーもその仕事を受けてもいいと言ってくれました。数週間喜んでユニバーサルに作業場を貸してくれるとのことでした。しかしこの仕事は時間が限られている上に、やらなければならないことが山ほどありました。私はグレンに、もしユニバーサルが断ったらパイロット版の撮影に間に合うように僕がこの仕事を引き受けるよと言いました。さまざまなことが一気に押し寄せてくるような仕事を受けてリスクを負うことはちょっと正気ではないようにも思えました。でもそれまでに低予算の番組をやってきたおかげで、タイトスケジュールでプロジェクトを進めることにある程度慣れていました。その手のテレビ映画では撮影小物は見た目が良くてなおかつ頑丈そうでなければなりません。タレント俳優の手の中で壊れてしまわないように耐久性も必要です。電気回路全般と部品のデザイン及び製作を担当したのは電子機器の天才ボブ・ウィルコックス。そして全てのことを期限内に終わらせるためにビッグ・クロニスターが大きく貢献してくれました。ボブの専門知識には圧倒されました。ボブはロビンと同じく車好きで、過去にも素晴らしい仕事をしていましたし、彼は頭脳明晰なだけでなく実践力もありました。ボブといえば内装作業も詰めに入っていたある夜のことを思い出します。私は自分にできることは全てやり、夜中も過ぎて帰ろうとしていました。するとボブは全てのパネルをまるで牛肉の塊みたいに天井から吊り下げて、私に手を振りニコニコ笑いながら配線をやっていて、彼のヘッドフォンからは隣の部屋にいても聞こえるほど大音量のロックが漏れ聞こえていました。ボブは私たちが使う全てのものをデザインし制作しなければなりませんでした。仕上がった車には市販の電子部品はほとんど使われていなかったんですよ。彼が根気強く作業をし車を完成させてくれたことは偉大なる貢献でした。彼とディック・クロニスターが全ての電子機器の組み立てをしている間、私たちは成形したりパネルにフライス加工をしたりオンボロ車を小さく切断したりしていました。後日バックトゥーザフューチャーのクレイジーな撮影小物のデザインを担当することになったんですが、そこで再びディックと仕事をする機会があってね、すごく嬉しかったですよ。ディックは変わっていませんでした。番組に必要なものは何でも作ることができたし、とても頼りになるいいやつでした。レスリーとロビンは造作に関するあらゆることで私をサポートしてくれました。構造のことから美術面や構想まで、さらに機械加工から素材の断裁や成形、そしてガラスをはめたり色を塗ったり、車の細部の清掃からワックスがけまで、私の記憶が正しければゴーサインが出てからテレビ局へ納品するまで15から18日しかありませんでした。車をアトリエに運び込み、発泡スチロールでダッシュボードの実物大模型を作って承認を得るためにケーキのレプリカを準備し、土台を製作、そして模型3つ分の発泡スチロールを掘り出し、それにガラスをはめ表面を仕上げて色付け、さらにケーキを設計制作し、全てのグラフィックを仕上げ、組み立て、トラブル、シューティングをし、テレビ局へ納品。今思い返しても恐ろしいですね。私の担当した造作は段階ごとに進んでいきました。つまり当初は内装だけの予定だったのが、後から車のノーズ部分も手掛けることになったんです。まずはグレンが作っていた番組宣伝用の映像に使う内装を納期に間に合うように仕上げなければなりませんでした。私に内装をやらせるのと並行して、プロデューサーたちは他の車につけるノーズの製作も進めていました。ノーズを製作していたのはジョン・ウォードというとても才能のある人物でした。ジョンはスケジュール通りに改良済みのトランザムを運んできました。パイロット版のいくつかの場面はこの番組宣伝用のエクステリアを使って撮影されています。おなじみのノーズ部分とは違うはずです。みんなにおなじみのノーズを私が作るまではジョンが作ったノーズが使われていたのです。ジョンのノーズ部分はストックメーカー純正の状態にスキャナーが高い位置に取り付けられたもので、スマートさに欠けていました。おそらく後部のライトカバーもなかったと思います。番宣で使われたシーンがパイロット版でも使われています。初期のノーズを使った古い映像全てが差し替えられたわけではなかったんです。ジョンは他の番組のためにたくさんの車を作り続けていました。私が関わったものも一部ありましたが、その他にも数多くの車を作っています。
ジョンはコマーシャル用の実物大のステルス爆撃機のレプリカから名を馳せたレースでは、ジョンが作った車数台が出場した階級でそれぞれ優勝しました。しかも圧倒的な強さで総合優勝も果たしたのです。彼は本格的なマシンビルダーです。番宣の撮影が終わり、パイロット版の納品まで少し時間があったので、グレンはノーズ部分を新しくデザインして作り直したいと考えました。ノーズ部分は内装よりも物理的に大きな製作物となるし、ガラスを扱う部分も多く、クリーンルームでの緻密な作業がかなり発生するため、より煩雑な仕事でした。今までの場所では手狭になるので、別のアトリエで仕事をすることにしました。それがイメージエンジニアリング社でした。トム、バレンタインとピーター、チェスニーがアトリエのオーナーでした。トムはライト兄弟のライトフライヤー1号のレプリカを作った人です。それは実際に飛行可能なもので、数年にわたってロングビーチでスクルス・グース、世界最大の木製飛行艇の隣に展示されていました。後年、私たちはアポジーという特殊効果スタジオで一緒に飛行機のおもちゃを作る仕事に携わりました。ちなみにそこには著名な特撮マンジョン・ダイクストラも務めていました。トムは非常に優秀な人物で、現在はプロダクションデザイナーをしています。一方ピーターはエフェクトの仕事を続けていて、いくつもの大作に関わっています。最近彼を見かけたのはメン・イン・ブラックの撮影現場でした。彼らと一緒に仕事ができたのは最高だし、本当に楽しかったですね。グレンに見せるために私たちは何種類か型を掘り、最終型を大急ぎで仕上げました。ダッシュボードに関してはハイライトが当たっても不要な凹凸によって汚い影やムラが出ないように細心の注意を払って表面を仕上げました。まるでこれがテレビの仕事ではなく、工業系企業がクライアントの本格的なプロジェクトに関わっているかのように成形作業を行いました。こういうこだわりがグレンを引きつけた理由の一つだったと思います。ノーズの最終工程として正確なカーブで印をつけ、グリル部分のプレキシガラスを切り出す作業がありました。彼らは私たちが掘り出した試作品の形状を再現しなければなりませんでした。その曲線を生み出すために仕上がっているノーズの所定の位置に正確にエアーツールで溝を掘り、各スラットの高さでノーズを切り出していきました。水平に溝を掘るために特製の直定規に沿ってエアーツールをスライドさせました。ノーズにスラットを仮付けし、印をつけ、不要な部分を切り落としました。そこにスラットを取り付け、滑らかで美しい連続性を持ったノーズが完成しました。そしてジョンが作ったフロントエンドのスキャナーの電気回路を使用し、もっと低い位置により幅広の V 字形をしたアルミ製リフレクターボックスを製作し搭載しました。パイロット版以降のシリーズに入ると、ユニバーサルの小道具スタジオがレプリカや内装の実物大模型、ズームアップ用、挿入用を作ることになりました。最初にそれを見た時のグレン氏の反応はいかがでしたか？試作品の制作に関して苦労した点など他にありますか？グレンはこの人のために仕事をしようと思える人でした。一旦デザインが決まると、グレンは私がスケッチ通りに確実に仕上げてくることを信頼してくれていました。私は実際にどうやって作るかを考えながらデザイン画を描いていたので、制作の段階になって困るということはありませんでした。電子機器のデザインや制作はどれぐらい手掛けたのですか？先ほど述べた通り、電子機器のデザインと制作は全てボブ・ウィルコックスが担当し、リチャード・クロニスターがそのサポートをしていました。電子機器関係で私が関わったのは、彼らが可能だという範囲内でどうすればダッシュボードを魅力的に見せられるかというビジュアル面です。私は数多くの部品をチェックし、ボブが現実的に可能だと言ってくれたものの中から一番見栄えのいいものを選んでいきました。ボタンやスイッチなどを探していろんな中古パーツショップに足を運び、彼のくれたカタログを隅々まで読んでディスプレイを探し、といった感じで2週間ほどしかない中で作らなければならないものが山ほどあったので、既製品で済ませられるものはできるだけ既製品を使う必要がありました。しかしその一方、プロジェクトで一番大事なのは、街にあるポンティアックのディーラーやラジオショップのような家電量販店で買えるようなものとは一味違ったものを作ることでした。自分が使っていた実験用回路板のサンプルをボブがくれたので、私は回路板のホールの中央に LED を配置すると想定しつつ、ディスプレイのテンプレートをレイアウトすることができました。我々はボブが締め切りまでにできると判断した案で作業を進め、たくさんのオプションを組み込んだスケジュールを実行しました。
例えば時間が許せばエンジンの自動スタートのシーケンスが作れたらいいでしょうし、計器類も一定の順番で起動した方がいいので、時間があればそういう部分にも手をつけようというスケジュールでした。ディスプレイやドライバー回路の設計に加えて、彼らは大きなコントロールボックスを作って車の最後部に設置しました。カメラに映っていないところから技術者が操作するので、計器はリモコンで動く必要があったんです。表示される数値を増やすことができたので、 RPM の数値を上げることができ、回数の上昇による温度や圧力の数値など他の多くの数値も増やすことができました。エンジンが動いているように見せるため、重要でない機能の表示は一定の範囲内でランダムに変動させました。スピードメーターも自動的に上げることも手動で動かすことも可能で、またはある数値で止めることもできました。これらは全てダッシュボードがズームアップされる挿入画面のために作られました。ボブとリチャードがあの短期間にこれだけのものを作り上げたことには今でも感心します。撮影中に電子機器や撮影小物が正常に動作しなかったなど、何か面白いエピソードはありますか？番組の制作自体には携わっていませんでしたが、現場へは何度か足を運びました。ありがたいことに全て順調のようでした。車のフロントノーズをデザインするにあたっては何からひらめきを得ましたか？グレンはノーズ部分にスキャナーをつけたがっていました。グレンも私もノーズ部分を流線形にしてスマートでかっこよくしたいと思っていたんです。 3D バージョンも含めてスケッチを何パターンか描きました。滑らかで流れるようなラインを描き、複数のラインが車の先端部で集まるようなイメージでデザインしました。私はごついフロントエンドはあまり好きじゃないんですが、初代の車のフロントエンドは全体的にほぼ垂直になっていました。ボンネットやフェンダーのラインを変えることなく、あのボツボツした感じを流線形にする唯一の方法はボンネットやフェンダーを前に伸ばすことでした。しかしそれではオーバーハングが長くなってしまいます。当時のファイヤーバードは後期バージョンほどオーバーハングは大きくはなかったとはいえ、さらに伸ばすという案に私はどうも納得できませんでした。そこでノーズ、キャップ、特に一番先端を短く保つようにしました。フロント、オーバーハングは両端の部分が突き出していると余計に目立ちます。それはノーズ部分の V 字、上から見た時、つまり平面図で見ると V になっているによってうまくまとまりました。その V のおかげでオーバーハングの存在感によるおかしさもなく、美しい流線形のボディが生まれました。車のセンターを一番長くしたのです。下手くそなスタントマンが車でジャンプするたびにノーズ部分のグラスファイバーがめちゃくちゃになることの方が何より耐えられなかったですけどね。車体下部のスポイラーのデザインに関しても同じような配慮が必要でした。スポイラーの角度と位置を変えることでストック車両のノーズの垂直に切り立ったイメージをかなり和らげることができました。斜めに角度をつけた面に光が当たって反射することによりフロントの無骨な印象がマシになっています。スポイラーをストック車両のものより下に取り付けるのは避けたかったですね。ストックのスポイラーは地面を擦りそうなくらいにすでに低い位置にありましたから、ノーズ部分とそれ以外の純正ボディが滑らかにつながることも重要でした。他のボディパネルをストック車両のまま使うためです。さらにノーズの表面からサイドへと流れるゆったりとした曲線を実現したかったのです。特に当時のスポイラーがそうでしたが、車のフロントエンドは角張ったものが人気で空気力学的な効率を下げていました。箱があったとしたら前面と側面のエッジが角張っていれば空気の流れが妨げられるなんていうことは風洞実験しなくても直感的にわかります。1970年代、世間の人々が燃料節約に関心を抱いていた時代に NASA がある実験をして、その結果ボディの前面の形状に乗り物の幅の8分の1の半径で R をつければ効力が大幅に小さくなるということが分かりました。空気が車体に沿って這うように流れるので気流が乱れないのです。空気が車体から離れるときに、つまり気流の乱れによって起きる不規則な振動の発生にはエネルギーを使います。そのエネルギーは振動なんかじゃなくもっと楽しいことに使った方がいい。例えば加速したりもうちょっと速く走ったりすることに、あるいは燃料を節約するためにその力は使わないという手もあります。車がより滑らかに滑るように走っていると感じられたなら、車はさらに意味のあるものになると私は思うのです。6、関連項目。マイケル、ナイト、デビッド、ハッセルホフ、日本語吹き替え、佐々木勲、キッド、ウィリアム、
ダニエルズ、日本語吹き替え、野島明夫。日本語吹き替えに慣れていると英語版を聞くと違和感を感じる。マイケルの声は佐々木勲氏であり、キッドは野島明夫氏と刷り込まれているからだ。しかし、アメリカ本国版のキッドの声であるウィリアム・ダニエルズ氏の声もなかなかのイケボである。ちょっと掛け合いを聞いていただこう。I am warning you. Change course at once. I am not in control, Khan. Then tell the humans to turn away. This is folly, Kit. He's right. He's right. No way. Michael, what are you doing? Remember Zeno and that immovable object thing? We're about to find out the answer. Your lives mean nothing to me. Michael, please. Pardon the expression, but he does have a few screws loose. Turn. Khan doesn't have my programming to protect human life. That's what I'm counting on, buddy. What? Michael, I cannot allow you to jeopardize your life. I am assuming control. No, you're not, Kit! Michael, you know all those times I've called you irresponsible and impulsive? I didn't mean it. Bonnie, remember all those times I called you bossy and demanding? I didn't mean it either. Michael, Bonnie, Yes, Yes, Kid. Kit. why are you lying to each other? Turn away. Turn away. No. No! Ah! Woo! 野島明夫氏のご子息である野島博文氏が思い出をポストされた。親父が出てる動画です。僕の親父とナイトライダーの思い出は、普通自動車免許を取得してすぐの頃、助手席に親父に乗ってもらい踏切で遮断機が降りてきたので、停車する前に、よし、きっと、ターボジャンプだ、と言ったら親父がきっと、の声で、この距離では無理です、と答えてくれたこと、なんとも羨ましい話である。ここで関連情報をざっくり紹介する。ナイト財団。ナイト財団とは、マイクロエレクトロニクス事業で巨万の富を築いた実業家、ウィルトン・ナイトが、その収益を投じて設立した組織、財団法人。で、正式名称は、法と政府のためのウィルトン・ナイト記念財団。ウィルトン・ナイトの名前を省略して頭文字を取り、フラッグと称されることもある。様々な団体、個人にとって表沙汰にしたくない事件の調査を請け負っている、いわば私立探偵、更新所だが、その実績は政府の公的機関や大企業からも依頼を受けるほどの評価を得ている。財団の総帥であるウィルトン・ナイトは、かねてより犯罪を撲滅するためには積極的な抑止力の必要性を痛感しており、そのためにドリームカー、ナイト2000が制作されることとなった。劇中ではマイケルが民間の調査機関と名乗っているように、ナイト財団の調査部門そのものに強制権、捜査権は一切ない。そのため、捜査の際には警察や軍との連携を図る場合もある。一方で、マイケルが不法侵入やハッキングなどの違法行為を行うシーンがしばしば見られ、キッドがマイケルを諌めながらも結局はそれにしぶしぶ協力するというやりとりは半ば恒例となっている。マイケルが所属する組織は日本語吹き替え版では単にナイト財団と呼ばれているが、オリジナルではナイト財団の一部門であるフラッグとなっている。デボン、シャイヤー、エドワード、マルヘアー、日本語吹き替え中村忠、マイケル、ナイト役を演じたデビッド・ハッセルホフと共に、プロデューサーたちはマイケルの上司デボンを演じる俳優を探し始めた。ラーソンはブロードウェイのパフォーマンスでの活躍で知られるパフォーマーで俳優のエドワード・マルヘアーを選んだ。私の頭にゴッド・エドワードが思い浮かんだんだ。最初に彼を見たのは以前の作品なんだが、彼には落ち着いた仕草と知的な雰囲気があったんだ。マルヘアーを入れることで番組の格も質もぐっと上がるんだ。しかしエドワード・マルヘアーはナイトライダーを楽観視していなかった。デビッドによればエドワードはこの番組が3週間で終わると考えていたという。
彼が家を購入したのはナイトライダーの最初のシーズンが6ヶ月続いてからだった。彼は車、キット、ヤタの俳優をライバル視することもなかった。彼はかつてこう述べてたことがある。機械と競争などしませんし、他の俳優たちと張り合う気もありません。ストーリー上の設定は以下である。財団の責任者でイギリス人、アリシ・ヒノ・ウィルトンとは戦友であり、紳士的かつ温厚な性格。マイケルと意見が対立することもしばしばあるものの、彼の行動を全面的にサポートする良き理解者。軍をはじめとして非常に広い人脈を持ち、大統領とも面識がある。博士号を持つ科学者でもあり、ナイト2000のボディを覆う分子結合からの構造式の3分の2、うち 8B の式を知り、C の式のみ知らず、他の2名が知っているを知る3人の人物の1人。中軍時代の階級は中尉であり、長官にあたるスマイス中佐の部下であった。性格は常に温厚であるが、いざという時には相手の襟首を掴んで、私は普段は忍耐強いが、一度堪忍袋の糸口が切れると何をするか自分でもわからなくなると声を荒げ激高する場面が見られた。マイケルが事件捜査中に FBI や軍といった各機関に協力が必要となった場面では、マイケルからの依頼を受けたデボンが各機関の管理責任者に協力要請を依頼することが基本となっている。彼はナイトライダー誕生の秘密、マイケルのことを知る数少ない人物の一人であると紹介されている。メカニック、ボニー、バースト、パトリシア、マクファーソンに本部吹き替え、小山真美。パトリシア、マクファーソンはパイロット版には出ていなかったが、NBC はすでにシリーズの内容にゴーサインを出しており、ドクター、ボニー、バーストーというキャラクターはシリーズの第2話において新しいメカニックとして紹介された。ラーソンは振り返ってこう語っている。マクファーソンはパイロット版には必要ない存在だった。なぜならマイケルが一旦財団から離れて、そこで物語は始まるんだから。良質のエンターテイメントは争いから生まれる。その時点では彼はサポートチームを必要とはしていなかった。その時は彼と車の話だったんだ。それから私たちはこういうマシンを使っていくならサポートが必要になると気づいた。修理なんかも必要になってくる。それにデボンの活躍の場ももう少し増やせる。パイロット版にはいらなかったけれどもシリーズには必要な要素だったんだ。ストーリー上の設定は以下である。ナイトに先制作チームのうちの一人、キットに対しては母親のように海外しく接する一方、メカニック関連の知識に疎くキットにたびたび無茶をさせたりどこかしらかを故障させるマイケルに対しては冷たく当たる場面もある。またエピソード序盤でマイケルが停職処分となった場面ではデボンと口論となり、マイケルの停職処分はあんまりですわと彼を擁護する場面も見られた。と普段は仲良くなさそうに見えるが、なんだかんだでお互いが窮地に陥る場面では助け合う場面がはっきり見られる。シーズン2ではボニーは登場せず、エイプリル、カーティスがナイト2000のメカニックを担当しているが、この交代の理由はエグゼクティブ、プロデューサーの一人、ロバート・フォスターによると、これまでと違った要素を取り入れたかった、きらびやかさが欲しかった、とのこと。そのためシーズン3で復帰した際には、一時的に財団から離れサンフランシスコの大学に在籍していた設定となっている。なお同エピソードでは彼女たった一人だけでキットの内装をいわゆる後期型にバージョンアップしている。エイプリル、カーティス、レベッカ、ホールデンに本部吹き替え、半稽古。ボニーが財団を離れていた間のキット担当メカニック。ボニー同様、キットに対しては愛情を持って接することから、キットに技術者というよりはまるで母親のようですと言わせるほど。水上走行装置、水上シンセサイザーやウルトラマグネシウム、遮光調節装置、特殊耐熱被膜、赤外線透視装置、サイレントモード、緊急パラシュートなど様々な機能をキットに実装し、常にキットをサポートする。メカニックの他にもデボンの秘書的な役割や看護婦の仕事もこなせる才女。なおエイプリルとボニーが同時に出演、共演する場面は一切ない。ここで改めて劇中でのナイト2000。ナイト2000とは未来の車の原型を試行して制作されたドリームカーである。
数々の先進的な機能を搭載した車体をキットと呼ばれる高性能人工知能が制御し、人間との自然な会話による指示、応答や自律での無人走行など、まさに夢の車の呼び名にふさわしい性能を持つ。外観は黒一色で統一されたカラーリングで、第3世代ポンティアックファイヤーバードトランザムをベースに製作されている。このボディの黒は一般に言う塗料の色ではなく、外板に施されている。新開発の分子結合カラーを組み込んだ特殊セラミックによりそう見えるものであるとされている。これは金属でもファイバーグラスなどでもない全く違った新物質であり、これによってナイト2000は大抵の重機程度では傷すらつけられないほどの強力な耐弾、耐爆性を実現させている。ただし決して無敵というわけではなく、主にシーズン開始時には敵役に様々な手段で破壊され、その後大幅に強化改造されるという展開が半ばお約束となっていた。ベース車同様、駆動方式はフロントエンジン、リアドライブの 2WD。最高速度はノーマルモード時で時速約 520km、トランスミッションは8段オートマチック。またシーズン4では、スーパー追跡モード、車体各部を変形、展開させて出力を約 40% 上げ、時速 720km での走行を可能とする。とそれに伴った緊急ブレーキシステム、外装各部を展開し、エア、ブレーキとして機能するが追加され、さらにルーフ部分を後部トランクルームへ自動的に格納して、コンバーチブルモードにも変形できるようになった。燃料については一部に水素としている資料もあるものの、実際の劇中での燃料関連の描写はシーズン1においてガソリンスタンドで給油するシーンや、同シーズンの別エピソードで代替燃料を用いたレースに出場するために液体水素エンジンに乗せ替えるというシーンがある程度で、具体的な設定としては言及されていない。電子機器を多数搭載しているせいか、高熱には弱い。そのためシーズン2ではエイプリルが特殊耐熱被膜を開発して装備されたほか、シーズン3では超高音を発するクリスタルレーザーに対抗するため、ボニーと財団の研究生エリオット・サイクスによって10秒という時間制限付きの耐熱コーティングが装備されている。また軍のものに匹敵する火炎放射器を搭載したサーカスの消防車と対決した時には、炎を浴びて車内の温度が上昇したため、キッドがマイケルに動き回ってください、スピードで炎を散らすしか方法がありませんと助言した。シーズンでは火山の噴火で流出した溶岩が道路を寸断している状況で、溶岩の幅が広くターボブーストでは飛び越せないことから、全速で溶岩に突入し特に被害もなく通過している。カールとはナイト2000よりも半年早く完成していた、同じくウィルトンナイト開発によるドリームカーの第1号車であり、正式名称はナイトオートメイテッドロービングロボット日本語吹き替え麦人。キットの基本プログラムが人間、主にマイケル、絵の奉仕及び命の遵守という利他的なものであるのに対し、カールのそれは自己保存という利己的なものであり、野生動物の本能に近いものであるという。ウィルトンがカールのプログラムが大いなる欠陥を持つと気づいた時には、すでに自身を犯していた病魔と経営周りでのごたごたが重なったこともあって、新たなドリームカー後のキット制作と自らの後継者探しを優先せざるを得なくなり、カールは財団関係者から忘れ去られたままナイト工業博物館の3番研究室に機能停止した状態で放置されることとなった。その後、お宝お目当てにナイト工業博物館に侵入したコソ泥によって偶然再起動され、そのまま2人を乗せて逃亡。基本的なデータ以外は全くの初期状態であるカールは社会常識にも欠けており、不遜な態度を取りながらもギブアンドテイクの関係として2人に壊れるがままに協力しての金品強奪を繰り返す。だが整備をさせるためにボニーを拉致したことから、彼らの居場所と次の計画がマイケル側に発覚。キッドとの対決となるが、基本プログラムの違いを利用して正面から突っ込み合うチキンレースを仕掛けた。マイケルの作戦にはまり、衝突直前で反射的にステアリングを切ったために断崖から落下し、爆発炎上した。その後何度か再登場している。第1シーズンでは見た目が全く同じであるが、再登場からは車体化が白になっている。キッドのライバルといえば
で思い出に残る方も多いだろう。1985年前後にハリウッドのユニバーサル・スタジオでキッドが特別展示された。展示場所は水の反射が眩しいプールにせり出したデッキだった。しばらくの期間、訪れた人々は座席に座ったり、キッドに話しかけたり、そして返事をしてもらうこともできた。ディスプレイの周辺には隠しカメラが設置してあり、車の周りで何が起こっているのかを声優が見ることができるようになっていた。観光客が近づいてくると、キッドは彼らが何を着ているのか、何をしているのかなどを尋ねたりした。また自分が写真に撮られそうになるといつも自分のヘッドライトを光らせて「はいチーズ」と言ってみせた。しかししばらくすると声の演出はなくなり、観光客は座席に座ることしかできなくなった。1998年には展示が終了し、車は狭い裏通りにしまい込まれている。オリジナルのキッドはイギリスの名車博物館に展示されている。番組終了後、ユニバーサル・スタジオはデビッドとその妻キャサリンにオリジナルの車を2台プレゼントした。博物館はデビッドに話をかけ、車を売ってくれないかと尋ねた。デビッドはそれを了承し、現在その車は博物館の目玉の一つとなっている。ちなみにその車はテレビモニターが2つあるオリジナルのダッシュボードのものだ。番組の出演者たちはそれぞれの道へと分かれていってしまったが、彼らはみんなナイトライダーと過ごした楽しい思い出を胸に抱いている。パトリシア・マクファーソンは言う。ナイトライダーの現場にはお互いを思いやる本物の愛情があったわ。メンバーはみんな私の第二の家族みたいなものよ。7、僕たちにとってナイトライダーとはどんな存在だったか。日本での放送は1987年1月より開始された。1970年代後半からサーキットの狼の影響によるスーパーカーブームが起きる。ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリ、トヨタ 2000GT などが登場し、少年たちが熱狂する。そして1982年から1985年に少年ジャンプによろしくメカドッグが掲載。国産市販車およびオリジナルの車が登場。またコンピュータ搭載の車など未来を予感させる車が登場し熱狂的支持を得る。そんなよろしくメカドッグが終わり、少年たちが車への欲求がたまった頃、1986年アーケードにアウトランが登場する。それまでのレースゲームとは全く異なるドライブゲームだった。子供たちにとって初めてハンドル、アクセル、ブレーキで操作する体感ゲームだった。そんな中、翌年1987年ナイトライダーは日本で放映を開始する。戦術した裏方の努力により、ナイト2000は完璧な車を演じた。それまで存在したどんなスーパーカーよりも美しい洗練されたデザイン、見たことのないダッシュボード、たくさんの機能、そして人間味あふれるキット。日本中の子供たちに熱狂的に迎え入れられた。車をメインとした作品は多数あったが、ナイト2000は最後までマイケルと一緒に登場し続けた。その美しいデザインはその後現実社会に様々なスーパーカーが登場しても40年経過しても色あせない。映画でもなく、ただの海外のテレビシリーズでしかない本作であるナイトライダーはなぜここまで人を引きつけたのであろうか。主人公であるマイケル・ナイト、車両であるナイト2000、そしてキッド。今見返すとシナリオやアクションなど荒削りな部分も見受けられるが、当時はそんなことはどうでもよいくらい夢中になっていた。キッドの存在でどんなシナリオでも近未来 SF ドラマとして楽しめた。当時の少年たちの移動手段は自転車だった。80年代スーパーカーブームによって自転車メーカーから工夫を凝らした自転車が登場する。車を模したシフトレバーだったりフラッシャーライトがついていた。当時は強烈にかっこよく見えたのだ。放映から40年近くが経過した。ナイトライダーコンプリートブルーレイボックス作成にあたり、日本語化されてない部分の収録がなされた。佐々木功と野島明義の往年の声は健在だった。ちょっと聞いていただこう。これは言いたくないのですが、車は人とは違います。私には父も母もいません。なぜかな、いつもそいつを忘れてしまう。おそらく私への愛着が芽生えているからでしょ
人間にありがちな反応です。いや、高校で乗ってた56年型シボレーのせいだ。心底惚れ込んでた。本当ですか？来た、監視モードでいろ。マイケル、なんだ。56年型シボレーに監視モードはありましたか？いや、でもよく一緒にハンバーガーを食いに行ったよ。本当ですか？ナイト2000が実装した未来の車の機能のいくつかは現実世界に登場している。それでもどれだけコンピュータが進化してもキットに近い対話型コンピュータはまだまだ未来の世界だ。そして少年たちは大人になり自分の車を手に入れる。将来はスポーツカーを買うんだと心に誓った少年も家族の幸せのために車高の高い車内空間広々な平凡なボックスカーを手に入れることになる。それでもちょっと遠出するときポンポンと優しく叩いて「行くぜ相棒」と声をかけて相棒とのドライブを楽しむのだった。今回の動画はここで終わりです。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどいただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。